電磁波対策ちゃんとできていますでしょうか？今回は実際に私が愛用している電磁波対策グッズ、これをご紹介していきたいと思います。ということで、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。早川です。今日は、前回出した動画で電磁波について詳しく解説したんですけれども、そのですね、電磁波に対しての対策していくためのグッズですね、をご紹介していこうと思います。実際にいろいろ使ってみたことがあるんですけども、現在、長く使っているグッズっていうのをですね、2つありますので、その2つをご紹介していこうかなというふうに思います。ということで、まず1つ目なんですけども、1つ目がね、これなんですよね。このプラグインアースっていうものですね。このプラグインアースというやつです。で、これがこの箱に入っていまして、こんな感じのものですね。で、これ何かと言いますと、パソコンとかそういうもののアースを取れるっていうやつなんですよね。日本のコンセントは、アースを挿す線がついていないっていう話は前回したんですけれども、そのアースがついてないコンセント、こういうところにですねこれを挿すとアーシングできる、アースが取れますよっていうキットになっているわけなんですね。これがプラグインアースなんですけれども、これね、名前がエルマクリーン2っていうものですね。株式会社レジナさんというところが販売されているものなんですけど、これコンセントになっていて、これで、このコンセントをその2口コンセントに差し込むことによってアースの役割をしてくれるというものなんですね。で、パソコンとかプリンターとかモニターとかってアース線がちゃんとねついてるやつが結構多いんですよ。で、ついてるのに日本のコンセントは2口でアース挿すところがないから、結局ついてるけど全く意味がないっていう状態になってしまっているんですけど、これを使えばですね、アースをなんと取ることができるわけです。で、電磁波対策としてアーシンググッズとしてですね、前はアーシングマットっていうのを使っていたんですけれども、そのアーシングマットだとやっぱりそのマットからこうつなぐ線に必ずアースを挿さなきゃいけないんですよ。なのでそこからアーシングマットに電源、を挿してアースしようと思うと、エアコンとか冷蔵庫とか洗濯機とかそういったところについているアース線に刺さなきゃいけないんですね。なのでそこからだと自分が例えばパソコンの前とか普段生活している場所までこのコードを引っ張ってくるってことをしなきゃいけないので、もうめちゃくちゃ長くコードが地面這うみたいな感じになっちゃうんですよね。そうすると結構大変だったので、あんまり実用的じゃないなっていうふうに思ってました。アーシングマットはですね。で最悪庭の外の土に刺すとかもできるんですけど、それでもやっぱりちょっとね窓とか開けなきゃいけないしとかで大変なので、それに代替するものを探していて見つけたのがこのエルマクリーンっていうプラグインアースなんですね。で、こういう箱に入ってまして、で中にはこのさっきのこの本体ですね、本体とあとちょっと今線コードパソコンのところにつけてるので取れなかったんですけど、この、線がコードが2本2種類ついてまして、これがワニ口になっているクリップですね。これは毛布とかそういうこれね商品があって、プラグインアースの、マットみたいなやつがあるんですよね。それにつける用の、こういう、ワニ口と、あとこのワニ口はゲーム機なんかにもつける感じになってます。なのでゲーム機とかにつけるこのワニ口と、もう一個 USB の先になっているやつがあります。で、私は今 USB の方を使ってそれをパソコンにつなげているんですけれども、この本体からまずこっちのコンセント、普通にコンセントでいいです。普通のコンセントに挿して、でこの本体があって、でそこにここからコード出して、USB で
挿すって感じですね。パソコンに挿すっていう風になってます。でこれスイッチ入れるとここが赤く点灯して、それでスイッチ入ってますよっていう証拠なんですけども、ここからつなげた電化製品はパソコンとかは、全てアースが取れているっていう状態になるわけなんですね。なので、はめるだけでめちゃくちゃ簡単というものになります。こんな感じですね。ちょっとここに置いときます。はい。でこれがですね、いろいろ特徴があって、アースリネンシーツなんていうのもあるんですけど、そのリネンシーツとかはやっぱ寝ている間の電磁波防止ですね。それにすごい役立つってことで、1個つなげればそこから例えば、パソコンに USB これ挿せばそこからつなげているモニターとかにも有効と、そこからつなげている、プリンターにも有効ということになりますので、一つあれば結構いけるのかなというところですね。で2つこの穴があるので一応2個挿すことができるというものになってます。でね、これで、実際私その検電器とかを使ってないのでどれぐらい数値が変わったかっていうのは見てないんですけども、一応これを使っている方の口コミとかを見ていると、かなり変わるということが分かっているわけですね。なので、前回の動画でも解説したように、その電磁波には電場と磁場があって、コンセントを挿している状態で電源入ってなくてもコンセント挿していても、その磁場とか、電場っていうのは電場と磁場は違うんですけども、その状態によっても出ているし、スイッチ入れたらまた出るとかそういうことがあるんですけれども、これはですね、そのコンセントが挿してあって電源が入ってない状態であっても有効ということになります。でアースが取れるんですが、いろんなものに使えるんですけれども、ただこれは一応その低周波とかの、周波数帯に有効というものになってます。なのでスマホとかそういうのは高周波なので、そういうのじゃなくてパソコンとかゲーム機とかそういうものに使うということですね。なので私は普段このお仕事しているところにパソコンが2台あってモニターがあってプリンターがあってっていう状態なので、それを全て除去してもらおうかなっていう感じで使っています。でね、これ説明書を読んでるとなんかちょっとびっくりしちゃうんですけど、なるべく2階よりも1階の方がいいとか、あとは使ってる机がスチールだと良くないので、木の方がいいとか、あとはですね、その配線ってその集合住宅でも一軒家でもそうなんですけど、電気の配線っていうのは壁の中を通っているんですね。壁の中を通しているので、なので壁に机とかをくっつけてしまうと、その壁からの配線の電波の影響を受けてしまうので、なるべくですね壁にピタッとくっつけない方がいいんですね。なので、デスク作業作業デスクの机っていうのは壁にぴったりつけてしまいがちなんですけど、それはちょっと離した方がいいんです。10センチとか20センチぐらいとか、そういったことも、書いてあります。そういうふうに使わないとこれが正常に動作しないということもあるみたいですね。なので、その辺もちょっと気をつけた方がいいのかなというところで、あとは特に本当に挿すだけですね。はい。ということで、非常にこれ使えるなっていうふうに思ってますので、そのパソコンとか、あとゲーム機、お子さんのねゲーム機とかもあると思うんですけど、それちゃんとテレビとかつなげてやってるようなやつですね。そういうものに対してすごく有効なので、ぜひですねこれ使ってみるといいかなと思います。なんかアースすごい撮りたいんだけど撮れないっていう時に使えるやつですね。はい。で、1つ目がまずこの、プラグインアースというものです。そして、2つ目がですね、今度はペンダントなんですけど、これはですねこのプラグインアースとまたちょっと違っ
っていわゆるスマホとか高周波の、電磁波にも対応できるというものになってまして、で実際これなんですよ。今ちょっとペンダントをつけてるんですが、これですね。これがですね、この CMC っていうやつなんですけど、 CMC ペンダントっていうのをいつもつけてます。で、これが何かって言いますとですね、 CMC って何かですよね。まずはこれ CMC っていうのはこの、カーボンマイクロコイルっていうなんか驚異のヘリカル炭素って書いてあるんですけど、この商品についてるパンフレットなんですけれども、この CMC カーボンマイクロコイルっていうのがですね、究極の電磁波吸収剤ということで、電磁波から人体を守ってくれるというものなんですよね。でこれね、本当にねすごいんですよ。でこれが値段的にはだいたい2万円ぐらいしました。でサイズとか量とかでいろいろな種類があるんですけれども、これは私が今愛用しているのは CMC ペンダント F 型っていうやつで、こういうパッケージに入ってくるんですね。でこの中に、入っていまして、これね、製造されて販売されているのが株式会社 CMC 総合研究所っていうところです。でこれは楽天にここのショップがあるので、そこで買うことができるんですけれども、でこれがですね、ちょっとペンダントっていうことなので、このペンダントトップみたいなところにその CMC カーボンマイクロコイルが入っていて、でこういうちょっと一応このネックレスにできるようなやつがついてるんですけど、これがちょっとですね、ボールチェーンになってて、なんかちょっとなんていうかあんまり女性には合わないっていうか、ちょっとなんかヤンキーみたいな感じになっちゃうので、デザイン、このネックレスのデザイン的には微妙なので、あんまり外にはしていかないようにはしてるんですけど、外にねしていく時はポッケとかに入れておいても大丈夫なので、別に首から下げなくても全然大丈夫なのでポッケに入れておいたりとかするんですけど、ここね付け替えたりすればペンダントとしても、全然使えるかと思います。でこれがですね、ちょっといろいろカタログを今日はちょっと読んでいくみたいな感じにはなるんですけども、まずこのカーボンマイクロコイルって何なのかっていうとですね、日本初の二重らせん工場の特殊炭素だそうなんですね。でちょっといろいろ難しいことが書いてあるんですけれども、ヘリカル炭素だっていうことで、螺旋状の構造をしているものなんですね。でその螺旋状の構造っていうのはDNA と同じですよね。 DNA も螺旋状の構造をしているんですけれども、そういったものになります。でこっちはそうですね、商品の説明がいろいろされていて、でこういうペンダント型のものもありますし、でこれね、重鎮量、その CMC がどれぐらいの量入っているかによって値段が変わってくるんですけど、この F ってやつが 24,200 円ですね。でB とか C とか F とかあって、それぞれ一番安いので15,000円とかっていうのがあります。でさらに金属アレルギーの方にも使えるようにオールチタンみたいなやつもあります。純チタン製っていうのも、あって、これなんかマイクに触ってますね、私。よいしょ。ガシャガシャ言ってたかもしれない。でね、純チタン製のやつはね、金属アレルギーの人でも使えるんですけど、ちょっと高いですね。59,400 円いたします。はい、でそういうのもあるし、あとね、こういうエレメントとかもあるんですよ。ピッて貼るやつですね。スマホとかにシール状になってて貼るやつとかっていうのもあります。そしてね、あとはロッドっていうのもあって、このロッドですね、ロッドっていうのはあって、これ結構大きめだと思うんですけど、これだと、ペンダント状じゃなくて、形はこういう感じになってるんですけど、もっともっと重鎮量が多くてですね、持ち歩いたりするのにいい。なんかペンケースとかに入れておいたりとか、
カバンの中に入れておいたりとかするといいよっていうやつですね。それも結構ね重鎮量が多いので3万円ぐらいとかします。そしてもっともっとすごいのがこのスタビライザーっていうのもあります。これですね、この CMC スタビライザーってなんかちょっと水筒みたいな形してるんですけれど、これがかなりの量があって重鎮量がすごい 80g とか重鎮してるんですね。どれぐらいかっていうと、これの重鎮量が 1.2g です。これで 1.2g で、ロットになると 2.5g とかっていうのもあって、で最後このスタビライザーって、置き型ですね。置いとくともうその家中全部大丈夫みたいなやつだと5万円ぐらいから、一番高いのだと 80g 重鎮してるやつだと57万2000円とかっていうのもありますということになってますね。だからもう広い範囲をもう全部もうこれ一本でカバーしたいよっていう時は、そういうのも選択肢の一つとしてはあるそうです。はい。なんですけど、そこまでねちょっと購入するって方はなかなか少ないとは思うんですけども、でもこれぐらいだったら自分とか自分一人だけじゃなくて自分の周りにいる人とかにも有効だということなので、結構いいかなと。だいたい2万円ぐらいとかで防御できるなら、そう一生ものですしね、いいかなと思います。なくさないようにしないといけないですけれども、はい、でそんな感じでいろいろな商品ありますよっていうことですね。その CMC っていう、炭素が含まれているのをいろいろ作られているっていうことです。で私はこのペンダント状のものを使ってます。はい、でこれのですねいろいろじゃあ何なのかとかどういう効果があるのかとかっていうのがいろいろ資料になっている資料集っていうのをもらえるんですね、この購入すると。でこれがねすごい面白いんですよ。これちょっとなんかいろいろ中身をご紹介していこうと思うんですけれども、まずですね、電磁波っていろんなとこにありますよって、スマホもそうだし、携帯の基地局ですね、アンテナ、あとは高圧電線なんかも田舎に行くとポン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 って立ってたりしますよね。あとは太陽光発電、ソーラーパネルです。あれもね危ないんですよね。そしてあとスマートメーターっていうのも最近すごく普及してきていますよね。家の外につけてあって簡単にその電気の使用量が見れるみたいなやつですね。あとは変電所とかもありますけれども、やっぱりこの全ての人工的な電磁波っていうのはその周波数に関係なく有害であるというふうに、こちらの研究所の方は言われていまして、でその有害な電磁波を浴びることによってもいろんなさまざまな人間の体にとって、不調と言われる症状が出てきてしまうということなんですね。でさらにやっぱり 5G ですよね。 5G っていうのは、人体にとって極めて危険であるというふうに、言っています。で 5G によって強力な電磁波ストレスを受けると、免疫力が著しく低下するってことが分かっているわけなんですね。だから免疫力が低下するっていうことはウイルスに感染しやすくなるということもありますので、巡り巡っていろんな悪影響が起きてきてしまうということなんですね。はい。で脳波をですね、脳波に影響があるよっていうのがすごく言われていて、脳波っていろんな種類があるんですよ。アルファ波とかベータ波とかガンマ波とかシータ波とかあるんですけども、やっぱりそのアルファ波が出ている状態が脳にとって一番いい状態ですね。で反対にそのガンマ波とかベータ波っていうのだとあまり良くない状態、心配事がすごい多いとかですね、緊張状態とか興奮状態とかパニック状態とか、そういったところですね。でアルファ波っていうのはリラックス状態、っていうことになります。でシータ波とかになってくるともう瞑想みたいな感じですよね。なんで常に脳の状態っていうのもアルファ波とか
シータ波が出るように、出る時間が長ければ長いほどいいということになるんですけども、電磁波をこう浴びることによってそれがですね、ベータ波とかガンマ波とかになっていってしまうと、いうことですね。はい、でガンマ波っていうのは状況によってはいいんですよ。その運動している状態とか、そういった時に出るやつなので、これは悪いっていうわけではないんですけれども、悪いというかあまりよろしくないのがベータ波ってやつですね。で、電磁波ストレスを受けることによってベータ波が常に優位な状態になってしまうということなんですね。そうするとその交感神経が優位になってくるので、それが、回り回って体の不調とかそういったことにつながってくるというわけですね。はい、で、その脳波にもすごく影響があるっていうのが、なんか実際のこれ、ちょっと難しいんですけれども、いろんな資料として、実際のデータとかをこう示してあるっていうのがあります。でやっぱりこう眠っている間っていうのはその脳波の状態をリラックスしたその副交感神経が優位な状態に持っていきたいんですけども、眠っている間もその電磁波を受けてしまうことによって枕元にスマホを置いておいたりとかですねすることによって電磁波をずっと受け続けていると、いい眠りが、取れないというわけなんですね。なので眠っている間の電磁波対策っていうのもすごく重要で、それをするかしないかでもう全然健康状態が変わってくるということも言われているわけなんですね。でさらにですね、電磁波ストレスを受けることによって、生命力の指標であるテロミアの値が減少するってことも分かっているんですね。テロメアって何かっていうと染色体の DNA ですね。染色体のなんか尻尾みたいなところについているヒョロヒョロヒョロみたいなやつなんですけども、その末端にあるやつですね、そのテロメラーゼっていうやつなんですけれども、そのテロメアの長さによってなんか寿命が変わってくるというふうに言われています。なのでそのテロメアを活性化するってすごい重要なんですよね。ミトコンドリアを活性化するとか、そういうことになってくるんですけれども、でそのテロメアっていうのも電磁波にすごく影響を受けて、しまって電磁波を受け続けることによってテロメアが減少していってしまうということも、これで分かってるよというふうに書いてあります。はい。でね、いろんなことが書いてあるんですよ。とにかく数値が細かく書いてあるの難しいんですけれども、各、そうですね、各そのものの発する電磁波がどれぐらいあって、それによって受けるストレスの値、ストレスマーカーっていうのも結構出てたりとかします。でよくあるその、IH 調理器だったりとか電子レンジとか冷蔵庫とか、家電製品ももちろんそうなんですけれども、あと高圧電線とかね、そういう身近にあるものもそうなんですけれども、もっとすごく強いストレスを受けるのが実は新幹線とか電車とかハイブリッド自動車、電気自動車っていうものをですね、そこ結構盲点になりがちなんですけれども、新幹線もすごい電磁波を発生しているので、頻繁に新幹線に乗るっていう方はやっぱりね、こういうの持ってた方が絶対いいと思います。でリニアとか、まだ開通してませんけど、もしリニアが実現したりするとこれえらいことになるんですよ。もうここね数値書いてあるので数値はあんまり得意じゃないのでもう読まないですけど、とにかくすごい数値になってますということが書いてあります。ね、この本を読むと本当怖くなってきてしまうんですけども、でも最終的にこんだけ電磁波いろんなとこ出てますよ。だけどこういったですね CMC とかの対策グッズしていけばかなり軽減されますよってことが、書いてあるので、対策さえすればですね、対策をして上手に付き合っていけば大丈夫ということがわかるかと思いますので、やっぱりこの
情報として知識としてこれぐらい電磁波っていうのがあるよってことは知っておくといいかなっていうので、これちょっとご紹介をしているわけなんですが、太陽光パネルですね。太陽光パネルのパネル自体はいいんですよ。このパネル自体はいいんですけど、その下にあるこのパワーコンディショナーってやつですね。太陽光発電のやつのこの下ギュッて覗いてみるとこういうのが装置があると思うんですけど、これがねかなりやばいんですよ。これの近くにいると脳波がアルファ波 0% になるというふうに書いてありますね。あとスマートメーターとかもですねでしかもその太陽光パネルってそこのパネルのすぐ近くにいたら危ないとかじゃなくて、かなり広範囲にわたって影響があるみたいなんですね。この太陽光パネルを使っている家の下だけじゃなくて、90メートルぐらいですね、半径90メートルぐらいの範囲まで影響するということですね。でこれを見ると、90メートル半径90メートルぐらいの範囲のところではだいたいアルファ波が 0% になるという結果が出ているそうですね。だけれども、その1キロ以上離れればアルファ波は 100% になっていたという結果が出ているそうなんですね。もうねこれ本当恐ろしいですね。だから新幹線に乗っている時、在来線でもそうなんですけれども、乗っている時っていうのはかなりアルファ波が出づらい状態になっていると、交感神経乗ってるだけで交感神経が優位になっちゃってるというわけなんですね。でそんな、現代社会のそういった電磁波にさらされている環境の中でですね、この CMC っていうのが、どういった働きをしてくれるかっていうと、電磁波を除去してくれる、有害性を除去してくれるということなんですね。CMC は、生体波動にマッチングした強力な正常波動を発信しているので、電磁波に付随しているノイズや歪み、ストレスを除去して体に及ぼさない電磁波に変化させることができるということです。要はその人工的な電磁波っていうのはノイズがあったり、歪みがあったりするわけなんですね。でそれに対してこの CMC を身につけているとですね、これが人間の体の波動に合う電磁波なんですよ。この CMC っていうのがその螺旋構造になっていてですね、DNA と同じ螺旋構造になっていて、いるので、これを身につけていることによってその有害な電磁波を浴びてもその歪んでいるノイズがある波動っていうのを本来の人間が持っている正常な波動に変えてくれるという働きがある。変調してくれるんですね。その波動の、領域っていうのを、変調してくれる、変化させてくれるという働きがあるそうなんですね。それによって、電磁波の、害から守ってくれるということになっているそうです。波動が違うんですね。要は正常な波動じゃないんですよ。人工的な電磁波っていうのは。正常な波動じゃないものをこれを身につけることによって正常な波動に戻してくれるということですね。そういうメカニズムになっているということになります。でこれ、はペンダントなんですけど、ペンダントでもいいしエレメントとかでもいいし、何かしらのその CMC 炭素が含まれているものを身につけているっていうことでかなりね守ってくれるみたいなんですね。で実際にどれぐらいの効果があるのかっていうのもちゃんと数値で示されていますので、なるほどなという感じですね。数字見てもなかなかちょっとピンとこないっていうのはあるんですけども、きっちりこういう資料があるってことはしっかり実験されていて研究されていてっていうところなので信頼できるかなっていうところがありますよね。でいろいろつけ方とかつけるとどれぐらいの範囲まで効果があるのかっていうところも詳しく
書いてあります。本当面白いんですよ、これ見てると。でいろんなことが書いてありまして、あとそうですね、原発とかの放射性障害にも防御効果があるということなので、原発ってありますよね。でそこから発せられるその放射性物質っていうものの被害をちょっとそこから守りたいっていう場合もこれが有効になってくるということです。なので原発がちょっと近くにあって不安だなっていう思う方とかにも、おすすめかなというところですね。はい。でこっからがねまたすごい面白いんですよ。こっからの話がですね大地の話になるんですけど、大地にはですね地磁気っていうのがあります。地面の磁気ですね。もともとその大地にある磁気というのがあってですね、でその大地には地球の大地にはその場所によって癒代地っていうのと汚れ地っていうのがあります。で癒代地っていうのは地磁気が高い土地ですね。で反対に汚れ地っていうのは地磁気が低い土地ということなんですけども、それがですね人間の健康に非常に大きな影響を及ぼすというふうに言われていまして、癒代地っていうのは例えばどういうところかっていうと、健康で病人が少なくなっているし、商売が繁盛するし、あとは植物の生育状態もすごくよくって、物質の耐久性もすごくいいとか、そういったことが現れてくる地帯ですね。で反対に汚れ地っていうのは病人が多くて、不健康な土地です。で商売もあまり繁盛しなくって、植物もなかなか育たない、すぐ枯れちゃうとかすぐ腐っちゃうとか、そういうことになる土地なんですね。実際でそういうところがあるわけなんですよ。で癒代地ってどういうところかっていうと、いわゆるパワースポットと言われているところですね。パワースポットの地磁気っていうのはすごいんですよ。これ測った測定値っていうのもここに書いてあるんですけれども、ここにね数値があります。地磁気ですね。でその地磁気のは数値の測る単位ってミリガウスなんですけど、 mg って書いてミリガウスなんですけども、600ミリガウス以上だといわゆるゼロ磁場ということになってきます。600ミリガウスぐらいあると、地磁気が高い、いわゆる癒代地ですね。癒代地というところになるんですけども、例えばですね、分具峠とか有名なパワースポットありますね。分具峠ってあるんですけど、そこだとね740ミリガウスなんですよ。740ミリガウスってことはゼロ磁場ですよね。であとは伊勢神宮ですね。伊勢神宮外宮内宮、とかほとんどがそういう神社系があるところなんですよね。明治神宮とかもそうですし、地磁気が高い順に行くと、分具峠、伊勢神宮、あと浅間神社とか、鹿島神宮とか、あと熊野の夏大社ですねとか、厳島神社、諏訪大社とか、そういったところが入って、出雲大社とかですね、そういったところも全部いわゆる癒代地なんです。癒代地って言えない、癒代地ですね。地磁気が高い土地なんですよ。だいたいやっぱりそういう地磁気が高い土地に神社っていうのは立っているんですよね。不思議ですよね。でそういうね地磁気が高い土地はそのいわゆる霊とかの存在も高い霊があって、逆にその汚れ地っていう地磁気が低い土地になると憑依霊ですね。憑依霊とか自爆霊っていうやつが結構いっぱいいて、で取りつかれやすいみたいなこともあるみたいなんですね。なのでそういう地磁気が低いところに行くと、例えばその墓場みたいなとことか、ちょっと、
雰囲気があまり良くないようなところとかに行くと、やっぱりそういったところにはそういう自爆霊とか憑依霊とかがいっぱいいて、で取りつかれやすいんですよ。で取りつかれやすい人っていうのはやっぱりなんかネガティブな感情を持っている人だったりとか、感性が鋭い人っていうのも、取りつかれやすかったりするみたいですね。なのでやっぱりそういうところにはあまり行かないように、するといいっていうのもありますけれども、そういったところでもこれが役立つそうなんですよ。この CMC をつけていることによってその地磁気がアップするということが言われています。すごいですよね。そんなところまでみたいな、ところが解説されてます。で、その地磁気がですね、高ければ高いほどよくて、で600ミリガウス以上の地磁気があるところはゼロ磁場ということになるんですけども、ゼロ磁場って何かっていうと、地球って北極と南極があって S 極 N 極っていうのがあって、地球自体がめちゃくちゃ大きな磁石になってるんですよね。でその地面の地表近くで、そのプラスとマイナスの力がお互いに働いているんですけど、そのゼロ磁場になるとそのプラスとマイナスの力がお互いに拮抗して打ち消し合ってるっていうところがあるんですね。それがゼロ磁場というものなんですけれども、その拮抗した状態になっていると、そこにすごく大きな力が生じていて、それが騎馬を生み出しているというふうに言われています。でゼロ磁場で有名なのっていうのがすごい分かりやすいのが中央構造線っていうやつですね。日本最大級の断層ですね。地震の断層です。断層って中央構造線っていうのがその日本列島にビューってあるんですけれども、それがいわゆるゼロ磁場になってるそうなんですね。なのでこの間もちょっと諏訪大社、長野のですね諏訪大社に行って、実際にその中央構造線の断層っていうのを見てきたんですけれども、その日本列島にあるこの中央構造線っていうところがゼロ磁場になっているので、そこの中央構造線上に有名な神社があるんですよ。いっぱい伊勢神宮とかですね、諏訪大社とかのがあるというふうに、なってるっていうことで、不思議ですよね。昔の人っていうのはなんでそれが分かったのか分からないんですけども、そのゼロ磁場のところにそういった神社を建てているということなんですよね。なので神社とかっていうのはパワースポットっていうふうに言われている、いわゆる天然のゼロ磁場なわけなんですよね。で、そのゼロ磁場にいると、やっぱりそのゼロ磁場自体がその磁気のエネルギーの渦になっているっていう状態になっているので、地球全体がその渦になっているんですけども、宇宙全体とかですね、回転していて、その地球って自転しているので、それ自体が渦になっているわけなんですけれども、それによっていろいろとですね、そこに立っている人間にもいい効果が現れてくるみたいなことですね。マイナスイオンが出てきたりとか、水分も活性化する、水の分子も活性化するし、なんていうんですかね、なんかすごい抽象的な話ばっかりしてて、今日ちょっと意味がわからないかもしれないんですけど、話の流れとかもちょっとこれ読んでるだけなので全然まとまってなくてあれなんですけど、とにかくですね、例えばそのゼロ磁場にはあんまりカクカクしてないんですよね。カクカクしてるものがなくて、常に曲線だったりとかするんですよね。なんて言えばいいんでしょうね。そうだから水の質とかも全然もう分子レベルで変わってくるので、磁場の影響って本当にすごいことなんですよね。でこの CMC があるとその磁場が高くなるっていう効果があるっていうのもなんかね、すごい驚きですよね。その地磁気がね、多いということなんです。で、さっき言った伊勢神宮とかそういうゼロ磁場は地磁気がいっぱいあって磁場が高いわけなんですけども、
地磁気が低い場所っていうと何かっていうと、変電所とか、新幹線とか、在来線もそうですけど、あとは 5G とか 4G とかのアンテナタワーとか、あとガソリンスタンドも、そうらしいですね。そういったところはやっぱり、いわゆる汚れ地になってしまっているんですよ。墓地とか沼地とか、家電量販店ですね。家電量販店はね、すごいわかるんですよね。家電量販店に長時間いるとなんかちょっと頭痛くなったりとかしませんか？しませんかね。なんか多分敏感な人は気づくと思うんですよ。家電量販店とかにずっといるとなんかちょっとね、嫌な感じになってくるんですよ。で、あとニトリとかもそうですね。私ニトリ別にニトリの悪口言ってるわけじゃなくて、ニトリもすごい私活用するんですけど、ニトリの店内にずっといると家電量販店にいるのと大体なんか同じ感じになってきたりします。でそれも多分ね、そういうのに敏感な人は多分わかると思うんですよ。ニトリ行くと気持ち悪くなるみたいな人ってね、結構いると思います。はい。そんな感じでですね、いろいろ面白いんですよ。この資料を見て分かることは、とにかく人工的な電磁波っていうのは人体にとってすごく害がありますよというところと、あと、それを防御できるシステムがこの CMC というものなんですよというところですね。もう多分これとか見て CMC って何みたいな感じで、何それ高いしみたいな、怪しくないというか、そんなの全然オカルトじゃないのって思うんですよ、最初は絶対に。でもこういった資料とかをきっちり見るとですね、なるほどねって、こういう仕組みになっているのかっていうことがすごくわかるので、実際にその検電器とか使ってね、測ってみたら分かるとは思うんですけれども、説明これ読めばですね、すごい納得できる方かなと思います。ですね。もうさっきのゼロ磁場の話とかはね、本当に面白いなと思いますし、実際にそこに中央構造線のところのゼロ磁場に神社がもうすごい昔の人が建てているっていうところからも、本当にそうなんだなっていうのが分かりますよね。でなんか私すごい言いたかったことがあったんだけど、言おうとしたこと何か忘れちゃったな。何だったっけ、そのゼロ磁場の話でですね。何だったっけこれすごい言いたかったのに忘れちゃったな。ゼロ磁場の話で、そう思い出した。人工的なね、ゼロ磁場の話じゃなくて、人工的な電磁波が人体に影響を与える。で、電磁波の話とかをすると、だって光だって電磁波ですよとか、太陽光がそもそも電磁波ですよっていうふうに言われる方とかいるんですけど、確かにそうなんですよ。太陽光っていうのはなんで暖かいかっていうと電磁波なんですよね。太陽光っていうのは電磁波を、要は太陽自体がすごい熱を持ってて、その熱が直接伝わってきて地球ってなんか太陽の光が浴びて暖かいねとかいうわけじゃなくって、熱が来ているわけじゃなくて電磁波なんですよね。電磁波が来て、それの振動によって暖かいんですよ。で、振動がいっぱい起きるから太陽光が当たると暖かくって、で山のなんか上の方に登ると寒いじゃないですか。標高が高いところって寒いですよね。でなんか太陽が熱を発してるから地球が暖かいんだって思うっていう風な解釈だと、じゃあなんで高いところに山の上とかね、エベレストとか登ったらより太陽に近くなるから暖かくなるんじゃないの？なんでなの？太陽に近づいてるのになんで寒くなるのって思うかもしれないんですけど、あれは違うんですよね。熱がそのまま来てるわけじゃなくて電磁波によるものなので、電磁波の振動によってるので、地上に近ければ近いほど電磁波は振動しやすいらしいんですね。だけど高いところに行くと電磁波のその振動が少なくなるそうなんですね。それによって上の方に行けば行くほど振動が少なくなるので、
電磁波の振動が少なくなることによって、暖かくなりにくいので山の上は寒いということなんですね。ちょっとうまく説明できてないですけど、そういうこともあるみたいです。でその太陽光が発する、電磁波っていうのを太陽放射って言ったりするんですけど、その太陽放射っていうのが人体に影響があるかないかっていうのも影響もちろんあるんですけど、悪影響があるかないかって言ったら人工的な電磁波とは全然違うものなので悪影響はないという結論になるそうなんですね。で実際太陽光っていうのはいろんな電磁波発生してて、紫外線とかはもちろん人間の肌には悪影響ありますよね。そういうもちろん悪影響とかはあるんですけども、その暖かくなるみたいなこととか、その電磁波自体っていうものが、いわゆるその人間に害がありますよって言われている、人工的な電磁波とは全く違うものなので、そこはちょっと議論の対象にはなりませんよという話なんですよね。はい。ということで今日はちょっとですね、なかなか台本とかを特に何も考えずに資料を見て話したらいいかなと思って話しちゃったので、結構支離滅裂な感じになってしまって、なんかちょっと多分間違えている部分もあるかもしれないので、後で見直してもし間違ってたらコメントとかでご指摘いただければと思います。でももう動画編集しないのでそのまま間違ったまま流しちゃいますけど、もし間違ってたらコメントとかいただけますと嬉しいです。コメントで訂正しますので、なんかおかしなこと言っててもちょっと多めに見ていただけるとありがたいです。はい、ということで今日はなんかダラダラな感じになってしまいましたけど以上となります。この動画も気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。普段はですねこういった電磁波の話をしているわけではなくて、食と健康とか発酵食、そういったことをメインにお話をしておりますので、発酵食の話なんかもですね気になるという方は、チャンネル登録していただいて、他の動画もですねいろいろありますので見ていただけますと嬉しいです。ということで今日はこのぐらいにしておきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。